総モデル図をご覧いただき誠にありがとうございます。今年も終戦の日が近づいてきました。この動画を撮っている2025年は終戦80年にあたる年でもあり、当時戦争を経験した人たちも多くがこの世を去り、戦争の記憶は薄れていくばかりという話を毎年この時期になるとよく聞きます。私たちが今楽しんでいるこのチャンネルでメインに扱っているテーマの一つでもあるプラモデル、もっと広い意味合いで言うと模型も実は戦時中の思想教育に大きく絡んでいたという歴史があります。先日これが小中学生の夏休みの自由研究の課題にならないかと思い、長谷川の32分の1ゼロ線を作りながらこのことを解説する動画を作ろうとしていたのですが、結論企画倒れとなりました。今目の前にこうやって完成品を映させていただいておりますけれども、長谷川のいわゆるベテランキットですね、昔に出たキットに関しては金型も古くなっているからというところも大きいですけれども、まず組み立っていること自体が小中学生にとっては難しすぎて向いていないかなと、組み立て始めてすぐに気がつきましたね。最近のタミヤあたりから出てるキットであれば小中学生でも作れるかもしれないですけれども、やはり長谷川のキットというのはちょっととっつきづらい部分がどうしてもあるんじゃないのかなと思います。少なくとも小中学生がこれでプラモデルを好きになるかなというとちょっと疑問でしたね。私は長谷川の航空機モデル大好きなんでいくつも作っておりますけれども、そういったことで、今回一旦企画倒れになったものの再利用と言ってはなんですけれども、戦争と模型の歴史について改めて語る動画を終戦80年に合わせて出させていただきたいなと思いました。で今回ですね、今映している完成品ですけれども、塗装を模型用の塗料ではなく小中学生でも簡単に手に入る、図工の教材としてすでに持っている簡単に扱えるチューブ絵の具を使ったのですけれども、この辺りもですね、そのお蔵入りになった企画の名残でもあったりします。簡単に持ってる絵の具でプラモデルって塗れるよみたいな話をしたかったんですけれども、企画倒れになりましたというところですね。で、実際に塗ってみてですけれども、なんとなくですが絵に描いた感じのような質感ができたので、狙いとしては悪くなかったかなとも思っています。いわゆるプラモデルの塗装とは作法も、仕上がりもだいぶ外れるところになるかなとは思いますけれども、個人的には結構気に入っています。で、本題の戦争と模型についてですが、現在でも大手プラモデルメーカーの多くが静岡県に本社を置いております。そもそもなぜ静岡県でこれほど模型産業が発展したのかというと、大元の経緯については江戸時代まで遡ることになります。旧国名で駿河と呼ばれていた静岡県東部は江戸幕府初代将軍徳川家康のお膝元であり、天竜川流域で育った豊富な森林から伐採した木を天竜川の流れを利用して下流に運び、風通しの良い海風に当てて乾燥させることで良質な木材を手に入れることができました。家康はこの木材を活用して産業化すべく、全国から一流の木工職人たちを駿河に集め、木材加工業の一大集積地としたのです。その中で装飾加工技術の向上が木製模型の製造へとつながっていきました。この木製模型の技術は当時からすでに全国的に評価が高かったと言われています。日本は1937年の日中戦争、1940年の太平洋戦争と昭和初期に一気に軍国化が進んでいくのですが、その中で当時は国民学校と呼ばれた初等教育機関に授業科目として組み込まれたのが模型飛行機でした。もともとは当時の同盟国で第一次世界大戦に敗れ航空機の製造を禁じられたドイツが、技師の養成と少年の戦意高揚のための思想教育の一環として学校教育に模型飛行機製作を組み入れたのを真似たもので、
当時はまだプラスチックが容易に手に入る時代ではなかったため、木材や紙を使って模型飛行機の製作を行っていました。そこですでに木工業の一大生産地となっていた静岡が全国に材料を供給する拠点となり、数多くの模型メーカーが静岡県に誕生したのです。地理的にちょうど日本列島の真ん中あたりにあって、国策として全国の学童にまんべんなく供給する必要のあった物流の面でも便利であったことが、静岡における模型産業の発展に寄与したとも言えます。これは静岡県が今日でも大きな工業団地や物流拠点を多く構える理由にもなっています。やがて終戦を迎え産業復興が急がれた日本ですが、重工業化の道を進むにあたって金属やプラスチックを中心とした石油製品などを使った素材がメインになっていくにあたっても、それらを量産するための鋳型などを作るのに木工業の彫刻技術が生かされたのは言うまでもなく、その発展系の中の一つにプラモデルの金型もあったと言えるのです。現在でもプラモデルの中で一大ジャンルとなっているミリタリーモデルですが、プラモデル黎明期にあってキットのモチーフとしてかつて模型教育の中心にあった軍用機が積極採用されたこと、そこに端を発して陸海空様々な兵器のキットが生まれていったことも歴史の経緯を考えると自然なことです。さらに今日では乗用車など身近な工業製品をモチーフにしたり、アニメや漫画のキャラクターをモチーフにした様々なキットが発売されていますが、かつてプラモデルはこのような悲しい歴史をたどったということを、例えば今回の終戦の日のような折に触れて思い出してみるのもいいかもしれません。またこれは余談ですが、戦時下の学校教育に組み込まれた模型飛行機は通称文化教材とも呼ばれていました。国威発揚と国防意識の醸成を目的としたプロパガンダ色の強い教育への取り組みをある意味オブラートに包む表現とも言えますが、この文化教材という単語は大手プラモデルメーカーである青島の正式社名青島文化教材社の中に今も息づいています。実は意外と身近なところに戦争の記録と記憶というものはこういった形で残っていたりするものなのです。いかがでしたでしょうか。ぜひ小中学生くらいの子どもたちは自由研究のテーマとしてプラモデルを作りながら戦争について調べてみるといったことをやってみてほしいと思います。ぜひ親御さんもお勧めしていただければなと思います。ミリタリーモデルのキットを一つ完成させるのは小中学生にとってはかなり大変なことかとは思いますが、そのキットのモチーフになった戦闘機であったり戦車であったりなどについて調べてみたり、ここまでお話をしてきたような戦争と模型の歴史の話についてもっと深く調べてみたりすると、なかなかしっかりした自由研究になると思います。ぜひ夏休みの宿題にトライしてみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。